ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、ある日本人 YouTuber が投稿した動画が原因で国境を越えた大炎上が起きている件についてよ。現在、インドの現地メディアまで巻き込んでとんでもない騒動になっているの。はぁ？日本の YouTuber がインドで炎上？また、迷惑系がなんかやらかしたと？海外で恥さらすのは本当勘弁してほしいっちゃんね。で、誰が何したと？今回取り上げるのは旅行系 YouTuber の池ちゃんという人物で、彼女がエアインディアっていう航空会社を酷評する動画を上げたんだけど、その内容があまりにもひどすぎてインド中から批判が殺到しているの。今日は池ちゃんの動画がなぜ人種差別と言われたのか、そしてインド現地紙が報じた痛烈な批判内容について徹底的に解説していくよ。なんそれ、聞くだけで胸くそ悪そうやね。エアインディアってインドのフラッグキャリアやろ？そこを酷評して差別発言とか喧嘩売る相手間違っとるやろ。これはしっかり聞かんといかんね。そうなの。なんと彼女、過去に起きた凄惨な墜落事故をネタにして再生数を稼ごうとした疑惑まであるのよ。は？事故をネタに？それ人として終わっとるやん。詳しく教えてや。じゃあ、まずは事の発端から順を追ってみていくわね。問題となった動画が公開されたのは2026年1月17日のことで、動画のタイトルは評判の悪いエアインディアに乗って人生初のインド旅。機内はインド人だらけです。というものだったの。エアインディアでの10時間のフライトの様子やインド到着後のエピソードを伝える内容だったんだけど、いや、ちょっと待って。機内はインド人だらけですって。エアインディアなんやけん。インド人が多いの当たり前やん。何言うとうと？葵の言う通りなのよ。でも、問題はそれだけじゃないの。動画の中で彼女は2025年6月12日に発生したエアインディア171便の墜落事故に言及したの。この事故は離陸してわずか15秒ほどで爆発して乗客約250人が亡くなった大変痛ましい事故なんだけど、そんな大きな事故があったんやね。胸が痛むちゃん。で、それに触れて追悼でもしたと？違うの。彼女は、怖すぎる。そんな航空会社使って大丈夫？って不安を口にする演出に使ったのよ。しかも公開当時の動画のサムネイルにはデカデカと半年前に墜落、評判最悪という文字が記載されていたの。はぁ？お前マジで言及しとうと？250人も亡くなった事故ば怖すぎるとか評判最悪の材料に使うとか神経疑うわ。被害者とか遺族の気持ち考えんかったんか？臭すぎる。その神経が一番評判最悪やろもん。本当にその通りね。当然 SNS ではこのタイトルやサムネイル、そして表現について批判が続出したわ。じゃあ乗るなよ。亡くなった241人にあまりにも失礼すぎるといった厳しい声が寄せられたの。さらに日本語だけじゃなくて英語での批判投稿も複数上がっていたのよ。当たり前たい。英語で書かれるってことは世界中にその恥さらし動画が拡散されたってことやろ。じゃあ乗るなよってど正論すぎるわ。嫌なら泳いでいけって話やん。この批判を受けて池ちゃんは19日に X を更新して釈明したんだけど、その内容がまた火に油を注ぐようなものだったの。彼女は特に強い意図はなかったので、指摘されていたサムネの文字を少し変更しました。動画はいつもしっかり作っているので断片ではなく全部見てほしいです。全部見たらその国の魅力が伝わると思って作っていますって呼びかけたの。はぁ？特に強い意図はなかった？それが一番立ち悪いっちゃんね。無神経に人を傷つけておいて悪気はなかったんで文字変えましたで済むと思っとると？しかも動画しっかり作ってるとか全部見てとか自分の宣伝しとう場合か。反省の色が全く見えんのやけど、頭の中お花畑か？葵の怒りはもっともだわ。この軽率な対応もあって事態は日本国内だけじゃ収まらなくなったの。なんとインドの現地紙が続々と池ちゃんに関する記事を公開し始めたのよ。うわぁ、インドの新聞にまで載ったと？もう国際問題やん。なんて書かれとうと？まずインドの大手日刊英字新聞ザ・タイムズ・オブ・インディアはインド人でいっぱい日本の YouTuber 池ちゃんエアインディア機内で人種差別的発言で騒動と報じたわ。人種差別的。まあそう取られても仕方なかよね。記事では修正前の半年前に墜落と書かれたサムネイルをカバー画像として使用してネット上の批判の声を列挙しているの。エアインディアはインド人でいっぱいなのは当然だ。
日本人からこんなレベルの人種差別を受けるとは思わなかったと書き込む者もいれば、インドを誹謗しようとしていると非難する者もいたと伝えているわ。日本人からこんなレベルの人種差別を受けるとはって言葉が主か。日本人は礼儀正しいって思われとうのに、こういう一人の軽率な行動で日本人全体の品位が疑われるのが一番腹立つちゃんね。次に、ザ・インディアン・エクスプレスは、日本の YouTuber が、無礼極まりないエアインディア便のレビューで炎上、と報じ、投稿のスクリーンショットや切り抜き動画が拡散されたことで、25年のエアインディア墜落事故を連想させると、反発が上がったと伝えているわ。無礼極まりない。グーの音も出らんね。現地の人の声とか乗っとらんと？乗っているわよ。あるユーザーの悲痛な声として、日本は、私の夢の旅行先だった。日本人は規律正しく、礼儀正しく、誰にでも敬意を払うと聞いていた。しかし、この女性によって、私は日本への尊敬をすべて失い、夢の旅行計画も崩れた、というコメントを紹介しているの。聞いてられん。最悪やん。一人の YouTuber のせいで、日本に憧れとった人の夢まで壊したと？日本への尊敬をすべて失い、って、これ、取り返しつかんよ。責任取れると？本当に心が痛むわね。一方で記事は、批判を受け入れることを学ぶべきだ、との声も上がった、とも伝えているわ。学ぶべきも何も、出直してこいって感じやけどね。で、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。それじゃあ、続きを見ていくわね。他にも、多くのメディアが報じているの。インディア・トゥデイはインド人でいっぱいエアインディア便の動画で炎上中の日本人 YouTuber として不適切かつ人種差別的だと激しく批判されネット上で非難の的となっていると伝えたわ。もう人種差別ってレッテル貼られまくりやん。同メディアは複数の視聴者がイケちゃんがインドとインド人に対する先入観を抱いていると非難したとした上で問題視されたサムネイル画像についても言及しているの。あと、日本人の旅系インフルエンサー、ともむらさんが、池ちゃんを批判しつつ、インドをフォローする投稿を行っていたことにも触れているわ。ともむらさんって人は、まともやったんやね。同じ日本人として、代わりにフォローせなやってられんかったんやろうね。尻拭いさせられて気の毒に。さらに、インディアテレビは、インド人だらけ発言、日本の YouTuber、池ちゃんが、大炎上、エアインディアの動画が批判の的に、という見出しで報道しているわ。元のサムネイル画像が昨年のエアインディア機墜落事故を連想させるものだったとユーザーが指摘したとした上で多くの人々がこの画像とキャプションは悲惨な事故の被害者にとって無神経で傷つけるものだと述べたとしているの。被害者を傷つける。それが一番の罪やもんね。数字稼ぎのために人の死を利用するような奴はクリエイター名乗る資格なかよ。で、謝罪については何か言われとうと？多くのユーザーは、池ちゃんが、後にサムネイルを変更したことを認めつつも、より強い謝罪が必要だと指摘した、と伝えているわ。強い意図はなかった、っていう軽い釈明じゃ、許されてないってことね。そりゃ、そうくさ。ごめんなさい、変えました、で済むなら、警察いらんわ。もっと魂込めて謝らんね。そして、ヒンズスタンタイムズは、インド人客多数のエアインディア便に、インド人だらけ表現で、批判を浴びる日本人 YouTuber、文句があるなら乗るな、として、SNS の反応を取り上げ、批判派は、すでに悪影響は、広がっていると述べた、とも報じているわ。文句があるなら乗るな、って見出しになるくらい、このフレーズが刺さっとるんやね。悪影響か。日本人の観光客が、インドで白い目で見られるようになったらどうすんのさ。最後に、インディア .com だけど、日本の YouTuber がエアインディア利用動画を投稿、インドへの差別的発言で、ネット上で非難の嵐に。インド人の反応に誰もが驚くだろう、と報道したわ。さらに、人々がステレオタイプ的と受け取った、この拡散動画はこちらから、として、動画そのものを紹介までしているの。動画まで晒されとうと？もう逃げ場かやん。記事では、なぜ、池ちゃんに批判が集中しているのか？と分析もしていて、この動画は他国や多文化について議論する際、コンテンツクリエイターがより注意深くあることの重要性を浮き彫りにしていると指摘しているの。まさしくその通りやね。注意深くあること重要性って小学生でもわかる道徳の授業やろ。それを大人が全世界に向けてやらかすって恥ずかしすぎるちゃん。あるスポーツ紙の記者によると動画の中身もかなり問題があったみたいで、機内でインドについてちょっと適当な感じがする。間違いなく世界一汚い国などの試験をコメントし、インド人乗客の騒がしさなどに触れていたそうなのよ。はぁ？
間違いなく世界一汚い国？その国の飛行機の中でその国の人たちに囲まれながらカメラ回していったと？命知らずというか無礼にも程があるやろ。適当な感じでお前の動画作りが一番適当なんじゃボケ。さらにある旅行ライターも海外旅行で盗難などの被害に遭ったなどのネガティブな情報を発信する人は少なくありません。確かに実体験として参考になるものですが、池ちゃんの場合、インドに対して持っている自身の偏見をそのまま語っていることに批判が集まっているのです。航空機事故を持ち出したことも大きなマイナスポイントとされていますとこう分析しているわ。そこなんよ。体験談と偏見は違うっちゃん。汚いとか適当とか自分がそう思って色眼鏡で見てるだけやろ。それを事実みたいに発信する件、現地の人が怒るとよ。これに対し日本のネット民からもインドでめちゃニュースになってる。本当にやめてほしい。こういうこと。別に他の YouTuber もインドに関しては似たような動画投稿してたりするんだけど、各所でちゃんとインドをリスペクトしてる部分やフォローしてる部分を入れてる。それがない、もしくは伝え方が下手なのが池ちゃんと批判が相次いでいるわ。ほら、他の YouTuber はちゃんとリスペクト持っとるんよ。毒舌と悪口は違うっちゃんね。愛がないディスりはただの暴力体。さらに英語でもエアインディアの機内でインド人に対してそんなに神経質なのになぜインドに来るの？事故に対する皮肉は通用しないと怒りのポストが見られるわ。ごもっとも、なぜインドに来るの？って言われて当然よ。事故に対する皮肉は通用しない。この言葉重く受け止めてほしいね。池ちゃんは19日 X で初インドではインド在住の案内人と合流し安全に観光しました。いいところがたくさんあったので動画にしています。楽しくて大好きな国ですとポストしているの。今後インド旅行の本編動画がアップされると見られるけど、どのような内容なのか気になるところね。今更大好きな国ですとか言われてもね。マッチポンプ感がすごいちゃん。案内人の人がおるならその人にも迷惑かかっとるかもしれんし、本編動画でどんだけ挽回できるか見ものやけど、一度失った信用を取り戻すのは並大抵のことやないよ。ということで今日は日本人 YouTuber 池ちゃんによるエアインディア酷評動画が引き起こした国際的な炎上騒動とインド現地メディアの反応について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？自分の発言がどれだけの人を傷つけるか、国のイメージを損なうか、もっと想像力を持たんといかんね。今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。